皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第10回目、その後半です。テーマは世界に誇る武士道その1、武士の情けです。後半のテーマは世界が認めた日本の武士道です。1998年、イギリスでは天皇陛下の訪問を控えて反日感情が高まりかけていました。先の大戦では日本とイギリスとは敵国同士だったからです。一人のイギリス人がその状況を一変させました。彼は第二次大戦で自分自身の救出体験劇をタイムズに紹介しました。日本艦艇イカズチの敵兵救助の投稿文を送り、そのおかげで反日感情を緩和させたのです。彼の名はサムエル・フォール卿です。めぐみ龍之介著、敵兵を救助せよ。これも参考にしてご説明させていただきます。昭和17年、1942年3月1日、ジャワ海からの脱出をしようとして出港したイギリス巡洋艦エクゼダーとエンカウンターの2隻が日本海軍と交戦して撃沈されました。そして両艦乗組員約450人の英海軍将兵は漂流の身となりました。南方赤道直下の暑い日差しの中で、翌3月2日の午前10時頃には彼らはもはや生存と忍耐の限界に達していました。そして一部の兵士が自決のための劇薬を服用しようとしていました。その時たまたま単独でこの海峡を紹介していた日本の駆逐艦イカズチが漂流している英国乗組員を発見しました。イカズチの乗組員は220名です。敵兵とはいえその時点ではすでに漂流民です。しかも彼らは英国兵450名余り。平時の感覚としてならこれを救助するのは海の男たちにとって当然の責務です。しかし戦時では状況が異なり、あらゆる価値観は逆転します。第一に、この海域には英国潜水艦が多数徘徊しています。救助のためには船を停止させなければなりませんが、これは自殺行為で魚雷の的になるからです。加えて人数の問題です。日本の船員の倍以上の人数の敵兵を艦内に収容すれば、敵兵によって次官の船員たちを皆殺しにされた上に次官を乗っ取られる恐れもあります。しかし工藤俊作少佐当時は艦長としてイカズチを停止させました。そして敵英国水兵の救助を命じ、敵兵を次官に収容しました。救助の最中、工藤艦長は英国兵の体力が限界に達していることに気づきました。そこで万一の周囲の警戒に当たらせていた要員も全て救助に投入しました。手が足りなかったからです。一部の英海軍将兵は艦から下ろした縄ばしごを自力で登ることすらできませんでした。竹竿を下ろし、一旦これにしがみつかせ、艦載ボートで救助しようとしたのですが、間に合わずに力尽きて海に沈んでいくものもありました。工藤艦長は下士官を海に飛び込ませ、気絶寸前の英海軍将兵をロープで固定して艦上に引き上げさせています。また魚雷用のクレーンまで使いました。サムエル・フォール卿は次のように回顧しています。
イカズチが目の前で停止した時、日本人は残虐という先入観があったため、機銃調査を受けていよいよ再起を迎えると頭上をかばうように両手を置いてうつむこうとした。ところがイカズチはメインマストに救助活動中の国際信号機を形容し、ボートを下ろした。私はこの瞬間を夢ではないかと思った。何度も自分の腕をつねった。さらに艦上では彼を一層感激させる光景がありました。日本海軍水兵たちが汚物と重油にまみれた英海軍将兵を全く嫌悪せずに服を脱がせてその体を丁寧に洗浄し、また積んでいた食料、被服すべてを提供しねぎらいました。当時石油の一滴は血の一滴と言われていた中で、イカズチの工藤艦長は艦載の、つまり艦に積んだガソリンと真水を惜しげもなく使用したのです。海域における救助活動というのは、下手をすれば敵の攻撃を受け、時間、乗組員もろとも自沈します。実際そういうケースは多々あるし、だからこそ相当に温情あふれる艦長でさえ、ごくわずかの間だけ艦を停止し、自力で艦上に上がってこられる者だけを救助するというのが戦場の常識です。ところが工藤艦長は、艦を長時間停泊させただけでなく、全乗組員を動員して艦上の遭難兵を救助したのです。さらに工藤艦長は、潮流で試算した敵兵を探して終日行動し、たとえ一人の漂流者を発見しても必ず艦を止め救助しました。これらの行動は戦場の常識ではありえないことです。こうして英国兵422名が救助されました。救助活動が一段落したとき、工藤艦長は甲板に英海軍士官全員を集めて英語で次のように訓示をしました。機関らはよく戦った。機関らは本日日本帝国海軍のゲストである。そして艦載の食料のほとんどを拠出して艦隊しました。生前工藤艦長はこの事実を家族の誰にも一言も話さなかったそうです。なぜなら自分の艦長異動後、イカズチが別の戦いで沈没しました。そしてイカズチと共に多くの部下の乗組員たちが犠牲になっているのです。亡くなった部下たちへの工藤艦長の愛が彼の口を閉じさせたのです。それが日本の武士の心得です。2008年12月、元英国海軍中尉サムエル・フォール卿85歳が両脇を抱えられるようにして来日しました。戦後英国外交官を務め、サーの称号を贈られています。退職後1996年に自伝マイ・ラッキー・ライフを出版。その本の巻頭には、元帝国海軍中佐工藤俊作に捧げるとあります。生きている間に一目工藤艦長にお礼を言いたかったからです。すでに亡くなっており、墓前で工藤艦長の冥福を祈りました。フォール卿が日本にお礼のために来なければ、あるいは彼が本を出版しなければ、この救出劇は日本では誰も知ることなく終わったのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。
世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、憐れみの心、武士の情けでした。聖書の一節をご紹介いたします。強さに裏付けられた慈愛を感じる出来事です。欧米では非常に有名な箇所です。弟子ペトロがイエスを裏切る話です。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。新約聖書ルカの福音書22章60節。ペテロとはキリストの12弟子の中で一番弟子です。キリストは捕らえられ裁判にかけられた時のことです。お前はイエスの弟子だろうと問われた時、恐れから3度も否定しました。実はその数時間前、かの最後の晩餐では彼は大目を切りました。牢であろうと死であろうと覚悟はできていますと、その矢先のことでした。知らないと呪いをかけて誓いました。イエスは彼の裏切ることをご存じで、最後の晩餐でこう言われたのです。あなたは私を知らないと3度言います。しかし立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。彼は自分の本当の姿を見せられ、奈落の底に落ちていきそうでした。その彼を再生したのは、私はあなたの信仰がなくならないために祈ったとのイエスの言葉でした。その時イエスは彼を見つめられたのです。慈愛に満ちた眼差しでした。この眼差しに武士の情けを感じるのです。彼はイエスの言葉を思い出した時、外に出て激しく泣きました。自分の惨めな姿とイエスの慈愛に触れたからです。イエスはその時、徹夜の裁判の中にありました。やがてペテロは初代教会の柱となりました。弱さが強さへと変えられたからです。人生には敗者復活があることを教えています。お知らせです。次回11回目、11月21日土曜日です。テーマは世界に誇る武士道、その2回目、勇気です。チャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。